こんにちは。洋服のお直しうさぎ工房です。今日はここの擦り切れてしまった布、くすずれというのですが、このままにしていると表の布をダメにしてしまうので、一度外し修正し元に戻す修理をしていきたいと思います。ではこのまつり糸をほどいていきます。次に靴ずれを外します。ガムテープなどで糸を取ります。靴ずれをつけるときに折り目があるとやりにくいので、アイロンで少し平らにしておきます。次に靴ずれのつく位置に印をつけます。この後ろ中心と靴ずれの中央が合わさりついていきます。靴ずれにアイロンをかけ平らにします。擦れてしまったところ、また薄くなってしまったところはカットしてしまいます。カットする位置が分かりやすいように線を引きます。この線のところ、擦り切れているところをカットします。縫い代にアイロンをかけます。両端の縫い代も取ります。アイロンで縫い代に折り目をつけていきます。靴ずれの真ん中に印をつけます。ここで靴ずれを作り直す場合の靴ずれの作り方2パターンをお伝えします。まずは縫い代をすべて折り込む方法をお伝えします。生地をこの大きさで準備します。1周1センチずつ縫い代を取ります。アイロンで跡をつけます。靴ずれの出来上がりです。次はロックミシンを使った場合です。生地をこの大きさで準備します。ここだけ残して1センチずつ縫い代を取ります。アイロンで跡をつけます。ここにロックミシンをかけます。靴ずれの出来上がりです。真ん中同士を合わせます。わかりやすく靴ずれのつく位置に印をつけていきます。靴ずれをつけていきます。中表にして縫っていきます。真ん中同士を合わせ待ち針で留めます。印を頼りに縫い合わせていきます。
できたらこの縫い代は中にしまって隠してしまいます。返し縫いします。仕上がりの位置でアイロンをかけます。靴ずれはしっかり出すようにします。ずれないように待ち針で数箇所固定します。後ろ中心、前中心、脇、内側の4箇所を待ち針で留めていきます。まつります。左右の指に糸を巻いて親指で数回弾くと糸のよじれ防止になり縫いやすくなります。始まりと終わりはできるだけ縫い代のある部分でします。玉留めや重ね縫いなど表に響かない場所を選ぶとその分きれいに仕上げることができます。表の生地を一目だけすくいます。縫い代側は多めにすくってしまっても気にしなくて大丈夫です。終わりは数回同じ場所を縫います。最後は糸止めをして中に糸をしまい込みます。
表からも糸があまりわからないように縫えたかなと思います。また糸を生地に合わせればもっと分かりにくくなると思います。仕上げのアイロンをします。元の折り目に合わせてアイロンをかけていきます。おしまいです。今日のおさらい。今日のポイント。最後までお付き合いいただきありがとうございました。